こんにちは。今回は eSIM の購入と設定方法についての説明をしたいと思います。私は今まで海外旅行に行ったらだいたい短期だったらもう楽天モバイルの2ギガまでね毎月使えるんですけど、楽天モバイルを結構使っていたんですよね。長期の滞在で例えば1ヶ月とか1週間以上滞在するときは2ギガだけじゃ足りないので、いつも現地で物理 SIM をね購入していたんですよ。でもね、結構最近はもう eSIM を買うことが増えてきて、 eSIM の購入から設定までのやり方をね動画でお伝えしたいと思います。で、私はね今までスリランカとインドネシア、オーストラリアで今 eSIM を使ったことがあって、で今私オーストラリアにいるんですけど、これから中国に向かいます。中国でも eSIM を使おうと思うので、これからねちょっと購入手順っていうのをお伝えしようと思います。でまず私がどこで eSIM を買ってるかなんですけど、私はいつもトリップドットコムっていうアプリから買っています。トリップドットコムはホテルとか航空券とかも予約できるアプリなんですけど、 eSIM も購入できます。 eSIM は購入できるサイトがいっぱいあるんですけど、サイトによって値段も全然違うんですよね。で、私は、他の eSIM のサイト使ったことないんですけど、トリップドットコムがね結構安いんですよ。私はもうずっと毎回トリップドットコムを使ってるっていう形になってて、航空券とかホテルとかも私結構トリップドットコムで予約してるからポイントがすごい貯まるんですよね。でその貯まったポイントとかもその eSIM 購入とか、もちろんホテルとか予約する時も使えるので、もう結構トリップドットコムに絞っているっていう状態にしておくとかなりポイント貯まるんですよね。かなりおすすめです。で今回はトリップドットコムのアプリのね使い方をまたここに出しながらご紹介をしていきたいと思うんですけど、まずトリップドットコムのアプリを開きます。そしたらここにね上の方に宿、ホテル、航空券とかって書いてあるんですけど、ここに検索できる画面があって、ここで私はもう行く国、まず私は中国にこれから行くので中国スペース SIM って入れるといろいろ出てくるんですよ。でこれを検索を押します。そしたらこんな感じで出てきます。でいろんな会社から出てるんですけど、私はねだいたいもう一番上の口コミが結構多いところで選んでます。値段がねいろんな64円とか62円とか書いてあるんですけど、これは使う日数とかデータ数によって全然変わってくるので、ここはもう当てにはならないんですけど、一番安い金額でこれぐらいからですよっていう意味で書いてあります。この一番上のね口コミ 1.7 万件のところを選ぼうと思うんですけど、これを押したらもうねすぐねここの今すぐ予約っていうボタンを押します。でこの今すぐ予約ボタンを押したら自分のね使いたい日数と容量が選べるんですけど、私今回1ヶ月滞在する予定なので30日を選択します。で30日間で多分部屋に Wi-Fi があるからそこまで使わないと思うので、もしまた使うとなった場合は追加で購入しようかと思っているので、とりあえず1ヶ月、3ギガか5ギガにしようかなと思っているんですけど、これね見てほしいんですけど1ヶ月3ギガで377円なんですよ。めちゃめちゃ安いですよね。でもし5ギガにした場合は537円になっていて、今回ちょっとこの537円にしておきたいと思います。で例えば10日間だけとかだったら10日間で3ギガとかっていう選び方もできます。で一応ここに書いてあるんですけど、合計3ギガっていうのと毎日1ギガとかっていうのがあって、毎日1ギガっていうのはもう1日1ギガずつ使えますみたいな感じで、なので10日間で10ギガになるんですよ。結構な量になって、でそれでだいたい700円になってます。でも私は1日この日はあんまり使わない、次の日めっちゃ使うとかもあると思うから、1ヶ月で合計の方を私は選ぶようにしてるんですけど、選ぶ日にちによって選べるパッケージ内容っていうのは変わってくるので、そこはもうご自身でね選んでいただかないといけないんですけど、私今回は30日の、合計5ギガのこの537円のねプランにしようと思います。でこれを選んだら次へを押すんですけど、ここにね自分の名前とかメールアドレスとかが書いてあります。でこのまま下の方に行くと、割引クーポンっていうのがここ
勝手に多分選ばれて、今私 5% オフになってるんですけど、ここで支払うボタンを押します。で支払いボタンを押したら、ここにカードのね情報が表示されるので、自分でね支払い方法を選んで、ここで決済をします。で今すぐ支払うっていうボタンを押します。はい、そしたらこれで予約が完了しました。これで SIM カードの購入ができました。購入が完了したら、次は eSIM を、携帯に設定するっていう作業を今から行います。で予約が完了したら、予約詳細を表示っていうボタンを押すんですけど、そしたらね、このインストール方法っていうのが2種類あって、アプリ内インストール、それか QR コードまたはリンクでインストールっていうのがあって、アプリ内インストールっていうのをちょっとこれからやってみたいと思います。でアプリ内インストールする場合は、このインストールボタンを押します。で eSIM をインストールしています。このページを離れないでくださいという画面が出るので、このままちょっと待っておきたいと思うんですけど、これインストールしていますっていう画面がまだずっと表示されてて、もう2分3分ぐらい待ってるんですけど、全然まだ終わりません。なんかね、わかんないんですけど、ちょっとアプリ内インストールが全然できないので、もう一つの QR コードでっていう方をやろうと思います。で、この QR コードまたはリンクでインストールっていうのを押して、バウチャーをまず表示させます。そしたらここに QR コードが表示されるんですけど、スクショして設定するときは設定ボタンの、モバイルネットワークを開きます。そしたら eSIM っていうところがあるので、 eSIM の追加を押します。で、次へを押して、そしたらこのネットワーク情報確認中という画面になるんですけど、この時に Wi-Fi が必要になるので、 Wi-Fi がある状態で設定しないといけません。 QR コードスキャンする、写真からスキャンで、さっきスクショを撮りました QR コード、でそのスクショを撮ったやつを写真で表示させると、これできます。はい、できました。で設定をこれ押すんですけど、 CM リンクの eSIM を設定中って今出てきてます。でこの設定中のところまで行った状態で、次はあと入国した時にやった方がいいと思うので、ここまでは、入国前の日本にいる状態の時にやっておくことができます。なのでやっておいた方がいいと思います。でここまで購入してやっておけば Wi-Fi のある状態でね、安心してここまで設定しておけるので、これは国内にいる間にやっておいた方がいいと思います。SIMに問題がありますのでできました。この辺全部ちょっと一回削除して、たまになんかこういう風になることがあるんですよね。なので時間をちゃんと余裕持ってねやった方が安心かと思います。あ、できました。で今度この eSIM の有効化っていうのを押すんですけど、この設定っていうところに行くと、さっきのまた eSIM っていうのを押して、この CM リンク4っていうやつが、この一番上に書いてあるやつが今設定したやつなんですよ。なのでこの他のやつがね、今別の SIM が私有効になってる状態なんですけど、ここまでやっておいて、入国してからあとはやることになるんですけど、この有効にするっていうボタンを押せばもうすぐ使用できるようになるので、入国する前までにここの設定を終わらせておいて、で今度私中国にこれから行くんですけど、中国に入国したらこの有効にするっていうボタンを押せばもうすぐ使い始められるっていう状態になります。はい、入国前の状態の設定はここまでになります。前の eSIM が有効になってるから、今度こっちを有効にします。で新しい方が今有効になりましたになってて、まだ圏外の状態に今なってて、これが多分ちょっと時間経つと使えるようになるはずなんですよね。そしたらこれで多分使えるはずで、これで今使えるようになったと思うから、この接続と共有っていうのパーソナルホットスポットをオンにします。そしたらこっちで今度こっちで、Wi-Fi を選んでここに私の Wi-Fi が出てきます。これで使います。ちょっと YouTube 開いてみようか。はい、出てきた。これでつながりました。はい、これでつながったので OK です。
はい、でこれが、SIM カードの eSIM の購入から設定までっていう形だったんですけど、かなり簡単に慣れたらねもうすぐ設定できるようになるので、一応入国してからの購入設定も全然問題ありません。でただ日本にいる状態の時にこの設定の前まで、有効化の前まで済ませておけば安心して、もうあとは有効化のボタンを押すだけでその国で使い始めることができるので、事前に用意しておくと簡単だし焦らないかなっていう感じです。なので好みに合わせてねちょっと eSIM 使ってみていただけたらと思います。トリップドットコムで私結構使ってて安いしかなりいいと思うのでおすすめです。概要欄に紹介リンクも貼っておこうかなと思うので、そこから登録してもらって、トリップドットコムまだ使ったことない方はクーポンがもらえると思うので、そこからやってみてください。はい、でもしかしたらちょっと eSIM はね値段が安すぎるのでクーポン使えないかもしれないんですけど、私はホテルとか航空券とかもトリップドットコム結構使っていて、で私ダイヤモンド会員になってるんですけど、このランクが上がるとね年に2回ぐらいラウンジも無料で使えたりとかするのでかなりお得なんですよ。なのでね旅結構する方はトリップドットコムで結構使うといいかなと思います。はい、ということでまたこれはちょっと別でお話ししようかなと思うんですけど、今回は eSIM の設定、購入から設定までをお話ししました。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。